平民少女と公爵子息はライバル関係。魔法世界の受付嬢になりたいです。あらすじです。魔法が身近にある世界。主人公のナナリーの夢は、ハーレの受付のお姉さんになること。ハーレとは、ハマシに依頼を紹介してくれる機関のことです。受付のお姉さんといえど、魔法で戦えて、王国の魔法学校で上位に入れるくらい優秀な人しか、ハーレの職員にはなれません。両親に難しいと言われたけど、諦められなかったナナリーは、猛勉強をして魔法学校に入学しました。同級生には、公爵の息子や王子、貴族たちがたくさんいますが、庶民の意地を見せて、一番になれるように頑張るというお話です。おすすめポイントは3点。1つ目は、ライバル関係です。ナナリーは、猛勉強のおかげで学園でも好成績を収めます。しかし、どうしても一人、勝てない人がいました。それが、公爵子息のロックマンです。10歳頃の入学以来、ナナリーは万年に、負けん気が強いナナリーは闘志を燃やし、ロックマンはそんなナナリーにちょっかいをかけるという関係です。ナナリーに恋愛感情はありませんが、ロックマンは様子が違いそうです。ただ、この2人が結ばれるには大きな壁があるよね。それが2つ目のおすすめポイントです。2つ目のおすすめポイントは、身分の差です。ナナリーは平民、ロックマンは、貴族の中でも王族の次に地位が高い公爵で、2人の間には身分の差がありました。ナナリーが暮らしている国では、平民と貴族は結婚できない決まりです。もし、ナナリーが恋愛感情を抱いたとしても、2人の恋には大きな障害があるのです。その決まりがあるからか、ロックマンも、ナナリーのことを大切に思っているし、嫉妬もしているよね、という描写があるのに、ナナリーに気持ちを伝えたり、アピールすることはないのです。この大きな障害をどう乗り越えていくのか気になります。最後3つ目のおすすめポイントは、ハイスピードな展開です。第1話で魔法学園に入学したナナリー。このまま学園生活がお話の中心になるのかと思いきや、学生生活は一貫でさらっと過ぎて、卒業後のお話の方が比重が多いよね。最初読んだ時はあまりの展開の速さに驚いたんやけど、卒業後のお話も面白いので満足しています。無事ハーレの受付のお姉さんになれたナナリー。仕事をこなしつつ、お祭りや友人たちと旅行を楽しんだりします。騎士団に入ったロックマンとは離れてしまいましたが、定期的に2人の絡みはあるため、恋愛要素が読みたいという方にも安心して読み進めていただける作品です。